なかなか一言で言うのはちょっと難しい感じですね。嬉しすぎて、あとはやっぱりやっぱりいろんな人に知ってもらえたっていうのがやっぱり大きいですね。最近もちょっと最初のPV を見直してみたんですけど、やっぱ衝撃はすごかったですね。立体機動装置が飛んでる時に、発射して引っ張ってみたいな、その細かい効果音みたいなのが連続してて、ああいうのは漫画でもちょっとイメージしてなかったんで、音、動きはもちろんですけど音の表現とかもすごいすごかったですね。すごい嬉しかったです。もう音楽ももう関わる全てがクオリティ高いと思うんですけど、そうですね、音楽も効果音もすごかった。すごい、今見直してみてもやっぱり新たな発見というか、この時こんな感じで音が流れてたからこうなるんだっていうのが後で分かったりっていうのがありますね。漫画の影響はやっぱりキャラクターですね。やっぱりそのキャラクターが動いてで生きてる役者さんの声が入って、それで漫画描いててもこういうキャラクターなんだなっていうのがより詳細につかめてくる感じがありましたんで、特にエレンとかは、自分でもあまり最初の方は主人公でありながらちょっとつかめてなかった感じがあったんですけど、梶さんの声の演技がですね、すごく虚勢張ってる感じというか、大きいこと言ってるけどちょっと弱さも含まれてるみたいな、そういう漫画じゃまず出せない微妙な肉声でしか出せないニュアンスっていうのが、よりそういうキャラクターの造形っていうのを深く理解できるようになったと思いますね。やっぱり自分の頭だけで、やってても、もちろんそのキャラクターはどっかにいるようなイメージはあったんですけど、それは他の方が書いて動かしてで声が入ってってなると、もう自分の頭の中以外にもどっかにいるような気がするっていう感じで、より生きてる、どっかで生きてる感じっていうのはすごく感じるようになりました。非常に視聴者として楽しみです。ちょっと関わらせてもらってる部分もあるんで、自分の原作の方でこうすればよかったなっていうところを、提案という形で監督や制作者の方々にちょっとぶつけさせてもらったんですけど、それがどういった感じになるのかなっていうのが楽しみです。書かれた当時からもう思ったかもしれないですね。世に出てやっぱり書いてる途中は客観的に見るっていうのが初めて見る人の気持ちに世界一になれないと思うんですよね、書いてる人が。でそれがちょっと時間経って読み直してみると、その判断がちょっとできるようになるっていう手応えみたいなのがあるんで、こうすればよかったんじゃないかなっていうのを、何よりその失敗っていうのがいいものを作ると思うんで、原作はその段階っていうことで、より良いアニメができたらいいんじゃないかなと思います。はい、それはあると思います。事前にやっぱり奥行きまでちょっと伝わってないと表現できないものがあったりすると思うんで。でもそうですね、ここはどうなってんですかって聞かれて、でそれを最初ネームというか特別にあれはこうだったんですよっていうのが必要だからネームに起こそうと思ったんですけど、そのネームがすんなり連載の方でちょうどつながってですね、せっかくだからこのタイミングで明かせばいいんだっていうのは思いましたね。うまいことつながりましたね。具体的に言っちゃえばマルコっていうキャラクターがどういう最後を迎えたかっていうところですね。発信としては監督やアニメチームの方から
脚本上ちょっと必要なところで頭の中に自分の中でイメージがずっとあったんですけど、それを形にしてうまいこと連載につながったっていう感じですね。今思っても原作のタイミングで回想が入るのは適切だったと思います。そのきっかけをいただいたのは一緒にアニメの脚本を考えていたからですね。やっぱり原作の方でもそうだったんですけど、10巻のあるキャラクターの告白するシーンがありまして、そこは漫画の中でもすごいこだわってですね、でアニメですでに絵コンテやチェックさせてもらったんですけど、口うるさくじゃないですけど、ここはこうでみたいなのはすごく言わして提案させていただきました。そうですね、やっぱりクライマックスに向けての感じっていうのですかね。それがストーリー的な辻褄はあるんですけど、もっと何か普遍的なものを表現できるんじゃないかっていうのは、打ち合わせの段階で、例えば一本の映画にテーマがあるように、この2期を通じて一つの何かテーマが表現できるんじゃないかっていうのは話してまして、それが楽しみですね。結構もうオープニングの段階でその気持ちっていうのはちょっと現れてる気がします。まだ絵コンテを見させていただいただけなんですけど、僕はこれ原作書いてる時にはそのユミルっていうキャラが書いててすごく楽しかったんで、そのユミルがどんな感じになるのかなっていうのが楽しみです。やっぱりしっかり終わるっていう感じですね。それがすごく難しいと思うんですけど、前はもうこうなる前っていうんですかね、無責任なこと結構結末を考えてたんですけど、それもちょっと環境が変わってきて、そういうわけにもいかないんじゃないかっていう思いがちょっと強くなってですね、責任を感じてそれが全うできればなと今は思ってます。周りの方々も、見てる方々も一時でも喜ばせることができたり夢中にさせることができたならもう成功だと思うんですよ、コンテンツとして。それが最後までちゃんとがっかりさせずに終わればいいんですけど、はい、そうですね、今月91話を書いたんですけど、世に出てる後だと思うんですけども、すごく漫画を描く恐怖というか怖さ辛さみたいなのをすごく味わって、同時にもう描きながら、これイメージが形になるなって思った瞬間のもうそっから締め切り5日前ぐらいの楽しさっていうのは、漫画描いてこんなに楽しいことあったっけって思うぐらいすごく楽しかったですね。なんとなく上京して10年ぐらい東京で今暮らしてるんですけど、何があったかったらアニメがあったっていう感じですかね。なんかもう自分のその人生に「進撃の巨人」があってアニメがあってっていう、もうなんかこれでもうなんか役目はもう全うしたんじゃないかって気さえしますね。具体的じゃないですけど、すごく存在が大きいという感じです。もうなんかもう一緒にテレビの前で見ましょうっていう感じですね。はい、進撃の巨人を一緒に見ましょう。以上です。